いよいよグアムでのダイビングが始まります。ノブのウェットはね、こう斜めになってんですよ、ジャックが。湾内は沈船の宝庫。水曜日は毎週お祭り、ナイトマーケットに潜入。往復料金を払ったタクシーがちゃんと来てくれるでしょうか。朝食は広いレストランでバイキング形式。このホテルにはご飯と味噌汁もありました。レストラン高いの？昨日のとこはこんな高くなかった。これからダイビングに向かうところで今車を待っているところですが、日向はすごく暑いんですが、日陰は暑くはないですね。気持ちいいぐらいの暖かさです。ロビーの方がすごく寒くて、寒いロビーにいるよりはということでみんな外へ出てね、今日陰で、迎えの車を待っているところです。アプラ港にあるダイビングショップまでは車でおよそ25分。あれあれ、海はどこでしょう。お店の裏が船着き場になっていました。俺じゃあ 4キロでお願いします。4キロ。俺4キロで大丈夫？あらちゃんもこれ浮きやすいやつ。浮きやすいやつ。モルディブと同じ設定でいい。何と？モルディブと同じ設定でいい。忘れた。あ、4キロだった気がするよ、俺モルディブ。いや、4キロと同じと思うよ。ダメ？俺だって5って半端で嫌だよね。俺6とかつける。6は重いよな。でもあれから何も着ないのか。あ、そうだそうだ。スーツ着ない？スーツ着ない。あ、じゃあ4キロ。4キロでいいや。これから3日間お世話になるボートがこちら、ペガサス号。20人乗りを僕ら4人だけで使わせてもらいました。カメラは水没チェックのため水槽に入れておきましょう。さっき行ってみないと潜れるかどうかわかんないって言ったら何点でした？軍の銃の訓練をしてるかどうか。米軍が出弾の練習やろう。あ、そう。結構ね、やってるとバンバン音するんです。崖の上にね、赤い旗が立ってるとやってるからダメですよって言われたんですね。だからちょっと行ってみないとスケジュールとかくれないんです。狭い水路を通って出港するのはなぜか気分が盛り上がります。グアムでの1本目に向かっておりますが、まだ行ってみないとどのポイントで潜れるかわからないということですね。ちょっとここ波ありますので気をつけてくださいね。ここはね、ちょうど湾の出口です。すごい波が高いです。急にここだけものすごく細くなってるところなので、まあこういうことになるんでしょうね。すごいですよ。まあゆっくり走ってるんで危ないことはないですけれども、でここから外海になるので少し、まあちょっとあれっぽいかな。天気はいいんですけど、ちょっと風があるみたいですね。カメラ大丈夫かな？ちゃんと曇ってない。いや、ちょっとあらちゃんさ、なんか一回水没したら急に慎重だくない？そんなことないよ。最初から俺は大事にしてます。いや、前は夏に暑かったのに。水没事件はでもね、本当にショックなんです。いや、あれは水没しょうがないと思うね。
いたんだはい、ウェット来ました。ノブのウェットはね、こう斜めになってんですよ、ジャックが。まっすぐ芯が通ってますね。計画が出るね。アプラ港の南外洋にあるポイントに到着しました。旗はどこに立つんですか？旗はここです。今日はないので大丈夫。先端。先端？ネイビーって米軍のネイビー、海軍ね。さっき言ったようにここ全部ね、米軍の海軍の基地になってるんですよ。はい。ちょっと壁沿いに潜りますので、ネイビーウォールっていうポイントですね。ジャイアントでスポッテッドシャープノーズパファーやダスキーアネモネフィッシュ、そしてチョウチョウウオが多いなど、いる生き物はサイパンに似ています。残圧がちょうど100になりました。エントリーしてから32分。まるで教科書通りの標準的なエア使用量です。安全停止は3分間。3、2、1、チュドーン。ちょっと長めの50分のダイビングとなりました。今海軍がなんか訓練を始めたところで銃声がバンバン鳴り響いてました。今やんじゃったんですけどね。でなんか今旗立ててるみたいで、もうここ潜水禁止になったんだそうです。その潜水禁止になる前にね潜れたんでよかったでした。次は湾の中に戻って新船に行く予定です。グアムを代表するポイントの一つと言っていいでしょう。アメリカンタンカーへやってきました。後ろの堤防は人工のものです。ブイは直接タンカーにくくりつけてあります。このタンカーは堤防建設のための波よけとして沈められたのですが、場所がずれちゃって役には立たなかったそうです。あらあら。しかもタンカーと言っているものの、実際には砂利の運搬船だったそうな。現在の甲板士官はトゲチョウチョウウオくんです。おや、カッシーさんの落とし物でしょうか。だからカッシーさんああなのか。船内は結構広いですね。空気だまりがあります。
かし随分狭くて顔を出す気にはなれませんでした。浅い上に船内への出入りも簡単なので、初心者にも手軽に楽しめる本格的レックダイビングとして人気が高いポイントです。環境にはこんなものが取り付けられています。こんな写真を撮るのがグアムを潜ったダイバーのお約束となっています。タンカーのすぐ横にはこのようなサンゴの平原があります。おや、ヤシャベラくんがご挨拶に来てくれたのでしょうか。なんかもじもじしているみたいで可愛いですね。と思ったら急にダイバーを襲いました。なんと人食いヤシャベラだったのです。やはりさっきの落とし物はカッシーさんのだったようですね。細長い水路のような入り江がヨットハーバーにもなっています。なんかよく見たら沈没してますけど。結構台風とかもうあれも沈んでも引き上げないんだ。引き上げるお金がないんじゃないかな。お昼は日本食のお弁当。これ1個10ドル。日本なら1つ3、400円くらいでしょうかね。3本目いきます。3本目のポイントはフィンガーリーフ。海好きチョウチョウウオがいました。分布域は広いのですが、どこへ行っても数が少なく、よそで出会えた記憶はありません。しかしサイパンとグアムでは比較的よく出会えるような気がします。黒い斑点を突き、白い線を海に見立てて海月という名前がついています。なんとも日本的な風情がある名前じゃないですか。僕は一番好きなチョウチョウウオですね。今度は指揮者にでもなったのでしょうか。親ビッチャを集めていますね。まあやたら魚にモテる男ですね。
もう上がろうというのにまだ親ビッチャに追いかけられています。なんか木の枝に海面がついたのかなと思ったら全部海面全部そうサイパンにはないないですね、あれこっち来てあれこれとか思ってでもあそこ基地があるからなんか流してるんですよそうかもしれないあそこでの特殊なものがアメリカンタンカーのところにあるこう海面のでっかいやつ、うちわみたいなやつ、あれもあんまないですもんね。そうですよね海面が育つなんかがあるでしょ。なんかこう流してるんですよここからメビ15分ぐらい。タクシーを捕まえてチャモロビレッジへ向かいます。毎週水曜日はナイトマーケットが開催されていて、そこで夕食を食べようという作戦です。カムバックタイムは往復で安いね。往復だっていくら？55ドルです。それは往復です。メートで片道で30プラスぐらい。じゃあ往復で55でいいか。到着だいたい6時半。1時間半の2時間ぐらい。したら8時？8時 OK。ラインある？ラインある。8時を迎え、もし早い遅い連絡して。これはヤシガニのようですね。場内はすごい人。後ろでピースしている女の子、登録よろしくお願いしますね。すげえなあの後ろまで来てるよこれはちょっと待ってるからみんなすごいね、やつが。アトラクションもわずかですがあるんですね。食べ物屋はどこもすごい行列です。いろいろなものがあるのではなく、ほとんどがバーベキュー。メニューもほぼ同じ。ソースの味で競っているようですが、いろいろなソースがあるわけでもありません。もうどれがどれだか分かんない状態です。いつのばあちゃんも分かってないんだよ。いや、これだから見ながらよく分かんないような感じで詰めてましたからね。いや、とにかく詰めとけいうぐらいの感じ。ベタベタ、肉はボソボソでステーキいってみます。焼肉風味のカルビですね。肉は味はいいです。焼き鳥です。多分これ風になるから手洗え。これね、美味しいです。イルミネーション会場もあります。正直イルミネーションって何をどう楽しみゃいいのか分かんない。いや、綺麗だねって言えばいいんだよ。ほら、こっち見てみ、綺麗だよ。あそこ中くぐった時ちょっと感動しなかった？感動はしないな。なんで人工物だから？いや、なんでって、まあまあ綺麗だねとは思うよ。さあ、問題は約束した往復料金を払ったタクシーがちゃんと来てくれるでしょうか。あ、よかった、来てくれた。来たよ、本当に来た。しかも8時ぴったりだし。本当すごい。すごい。シャバー、美味しかった。バーベキュー。
ブルーホールと呼ばれるポイントは世界各地にありますが、ここグアムのものが本家本元。師匠がここを潜るためにアドバンストレーってすごい言ってたんですけど、横の穴からくぐって見上げる光が天国につながってるような。カッシーさんの師匠も一押しの伝説のポイントに潜ります。カッシーさんどうでしたか？初めての後でホテルロードで一番人気のハンバーガー屋で夕食。スイートポテトフライも最高。お